カジャファルコンズの千秋です。安藤です。今回は小中学校の夏休みを短縮もしくは廃止するっていう流れが進んどるっていう件を取り上げていきたいんやけど、CBC ニュースの記事で夏休みは迷惑、夏休み廃止短縮希望が6割、SNS 上では日本もこんな悲しい国になったのかと衝撃広がるっていうタイトルの記事があって、その中に NPO 法人のキッズドアが小中学生がいる困窮世帯を対象にしたアンケートで、夏休みはなくていい、もしくは短い方がいいという答えが6割に上ったっていう調査が紹介されとって、この困窮世帯っていうのは、世帯年収が400万円未満の世帯を対象にしとるっぽいんやけど、記事の中で厚労省によると子供の7人に1人が貧困状態にあって、その格差は年々広がる傾向にある。親にとって学校がない夏休みは昼ご飯の用意が必要で、エアコンもいつもより使い遊びにも連れて行かなければならない。期間が1ヶ月にも及ぶから、負担が結構大きいということが紹介されとって、で、実際に夏休みを廃止したっていうところは見つからんだんやけど、新型コロナウイルスの影響で、2020年頃に休校の期間が長くなった時に、兵庫県小野市が夏休みゼロ宣言っていうのをして、実際には廃止にはしてないんや、夏休みゼロにはしてないんやけど、夏休みゼロになることも、確保しとけと要請したっていう例があって、で、他に、夏休みを短縮した自治体具体的に挙げていくと、福岡県の古賀市で約9年前から夏休みを39日間から25日間に短縮して、で、この目的が6時間目の授業を削減して、削減した授業時間を夏休みなどで補う試みを行っとると。だから普段の夏休み以外の時に6時間目がなくなるから、その分教師の負担が軽減される。早めに帰れるっていうことやんな。コロナ前からやってるんやな。9年前やから。コロナ関係なく。そうやな。普段からな、家庭がある教師とかは早く帰れてありがたいんちゃうかな。結構バランスがいい施策やと思うわ。あとは、神奈川県相模原市で2019年度から私立小中学校夏休みを1週間短縮したと。これは学習指導要領の改定によって授業時間の増加に対応するためにしたと。で、全国的に、都道府県別に見ていくと、夏休みの期間っていうのは結構ばらつきがあって、例えば、関東とか近畿、四国とかやと、40日前後あるんやけど、夏休みが。俺らも地元の三重県では7月の中旬から8月末までか。そうやな。あったから、40日弱ぐらいやったかな。ただ、長野県とかやと、夏休みが短いことで有名で、例えば小学校の夏休みの日数が平均で 27.6 日。中学校で 27.2 日。多分全国で一番ぐらいに夏休み短い。短いな。1ヶ月もないんだから。そもそも夏休みっていうのが、エアコンがなかったからさ、当時は。炎天下で授業をするのがしんどいから、夏休みっていうのが始まったんやけど、長野県とか、東北、北海道やと夏もそこまで暑くないから、夏休み少なめでいいやろっていうことらしいよ。じゃあ北海道とかも短いんや。北海道とかも短い。その中だと、北海道、青森、岩手、山形、福島あたりでは、夏休みが26日から34日間で一番短いことになっとんな。でも逆に、その辺の寒冷地は、冬休みが長く設定されとって、2024年度は、青森県の冬休み期間が12月24日から1月14日までと22日間、全国で最も長くなった。その分、休みが補填されとるんや。そうやな、豪雪地帯やから、登校がそもそも物理的に不可能になってくるっていうことやんな。で、海外の例を見てみると、アメリカなんかでは小学校の夏休みが6月上旬から8月下旬まで約2ヶ月あると。大学みたいな感じやんな。海外は結構長いって聞くな。カナダも2ヶ月あるし、ヨーロッパでも、ドイツ、スイス、オランダは約6週間。フランス、フィンランドやと2ヶ月。スペイン、イタリア、トルコ、ギリシャなんかやと3ヶ月あったりもするらしい。その間、親はずっと休んどるわけにもいかんからどうしとんのかっていうと、アメリカなんかやと、夏休み中は子供をサマーキャンプに送り込むらしくて、毎日デイキャンプさせたりするらしいわ。長い期間やからこそできるっていうことをやってるわけやね。同じようなニュースで、夏休み短縮に関して取り上げとったのが、ヤフーニュースとかでもあったんやけど、ヤフコメとか見ると、結構否定的なような夏休み短縮に対して、子供がかわいそうだとか、夏休みの楽しい思い出を保護者も味わってきたやろみたいな。見た。人が多かったのがちょっと意外やなと思ったけど、
よくよく考えたらヤフコメ民なんてさ、独身の弱者が多いから。いや、俺らの偏見やけど。子供がおらん人たちが、まあそうやな。子供おらんから、その親の目線で言ったら、夏休みなんて多分短い方がいいに決まっとるやん。分かってない。分かってないから好き勝手言っとるだけ。そう。分かってない。だからポジショントークやろ。子供の気持ち考えろとかさ。いや、まあ確かにそれはそうやわ。でも教員の立場からすると、夏休み減ると結構きつくて。そう、教員やったら絶対そうやんな。夏休みだけがさ、もう有給を消化できる期間やし、まあなおかつもう定時で帰れる。まあ出勤しとしても子供がおらんから定時で帰れる日やから。うん、仕事は絶対シーズンに比べたら少ないしさ。まあだから、この夏休みの廃止が話題になった時は、廃止とか短縮が話題になった時は SNS 上で教員の悲鳴が聞こえたっていうことなの。子供からすると、専業主婦がおらん家庭やとさ、なんだかんだ子供を相手にしやんでいいっていうのもでかいと思うけどな。教員。まあ、専業主婦おらん家庭とか、旅行にも連れて行けるような余裕がない家庭やとさ、子供は暇でしょうがないやん、夏休みって。まあ子供からすると、夏休みがない方が友達にも毎日会えるし、親が旅行にも連れて行けるような状況じゃなければ、学校行っとった方が楽しいんじゃないかなとは思うけどな。まあ確かにな。夏休みも長かったら長かったで、結局後半の方暇になって、もうそろそろ学校行きたいっていうのあったしな。それはそれで。家に親がおかんしかおらんとか、親がそんなに休めやような家庭やったら、逆に夏休み長くても暇でしょうがないと思うけどな。確かにな。これは親側の意見やったけど、夏休みに子供と一日おるのを1ヶ月が耐えれんとかもあったけどな。結局子供は夏休みを楽しみにしとるのに、親のエゴっていうか、こういう風な言われ方して、で、それで夏休みが短くなったっていう地域も、まあこの親の話が直接的な原因じゃないと思うけど、今後そういう夏休み短縮っていう流れになったら、割り食うのが今の子供になるわけやからさ、それはそれでかわいそうやと思うけどな。そうやな。あと、夏休みの短縮によって、学習塾とか観光地でも影響があるみたいで。確かにな。塾とか夏期講習。まあ観光地は当然来てくれる機会が減るからっていうのはあると思うけど、塾やと夏期講習に取れる期間が短くなるから、まあ、そこで金がな、収益が減るよな。でもこれ、塾の格差が少なくなるっていう面ではいいことなんじゃない？塾行っとる子供と行ってない子供でな。そうそうそう。どうしてもさ、裕福な家庭の方が、塾とか、そういう夏期講習も今、その安くないからさ、行きたくても行けんっていう家庭だってあるしさ、そういう人らにしたら、調べたら、学習塾の中学生対象にした、勉強合宿みたいなのがあって、もう中学生から。それが4泊5日で10万とか。泊まり込みでやるんや。寒冷地のゲレンデの近くとかのホテル泊まってやったりするらしいわ。わざわざ、例えばその東京の子が長野とかまで行って勉強合宿をするってこと？そう、バス乗ってな。まあゲレンデ側からしても夏は閑散期やからありがたいやろうな。ちょうどそういう風に使ってもらうのはいいことなのかもしれんな。あとは、俺らの時はさ、夏休みって途中で登校日とかあった。あったあった。1日だけ。平和学習みたいなんで、戦争体験者が来て話したりとかする時間があって、まあ半日で終わったりしとったと思うけど、まあそういう登校日も今はなくなっとるみたいやわな。まあ確かに結構休んどるやつも多かったからな。そもそも登校日の目的って、安否の確認とか、まあ仲間との交流とか孤立防止とかそういうのがあったらしいんやけど、今はオンラインでいろいろ対応できるから、安否確認とかも全然できるし、オンラインで親同士、生徒同士でやり取りできるから、もうそもそもその目的がなんか形骸化しとるっていうので、なくなったりしてるみたい。確かにな、わざわざクソ暑い中、体育館とかに集められてやるのも非効率だとは思うけど。俺らはさ、学童保育に行っとったからさ、小学校の低学年とかは。だから、まあ夏休みといえど、結局学校にほぼ毎日行っとったよ。行っとった。うん。でも学童保育やからさ。だからそこで友達にも会えるし、プールも入れるから、割と楽しかった気するな。そういう意味では、なんか学童保育すげえ便利っていうか、行ってよかったなって今思うと。そうやな。なかったらもう暇でしょうがなかったやろうな。やっぱこうやって家におることで光熱費が上がるとか問題があるんやったら、それこそ学童保育とかさ、あと図書館とかクーラー涼んで半日とか1日潰せるところとか結構あるからさ、やりようあると思うけどな。夏休みだけ学童入る子とかおったもんな。まあ小学校はあれやけど、中学校やとほとんど部活行っとった記憶しかないな、夏休み。まあ部活があるから中学校は別に夏休みがあってもいいんか。それこそ運動部とかやったら毎日あるよな。逆になんかそれがしんどいから俺は夏休み
ない方が良かったな。でも逆にその部活行っとったことです。夏休みの予定をさ、場で取り付けれるとかさ、そういった意味でも。その部活が休みの日もあったけど、前日に部活があるから、そこで明日遊ぶとか、そういう約束ができたから、まあ、そういうのは暇せんかったかな。夏休み暇な日とかあっても、俺らの場合はたまり場みたいな場所がさ、あったからさ。あったあった。なぜか古本屋とかね。そこに行けば誰かおるみたいな。そうそう。古本屋で立ち読みするのが習慣化しとったから。本当にアポイントとかなくても、行けば誰かおるみたいな。古本屋であったり、ゲーセンであったり。朝から古本屋で立ち読みしとったら誰かしら来る。なんか隣見たら友達が立ち読みしとるみたいな。狭いコミュニティやな。で、そこで集まって遊びに行ったりしとったよな。田舎ならではの集まり方やん。ただ今の子供っていうかさ、とにかく暑いからさ、ほんと外に出るだけでも億劫になって、自宅でなんかするっていう風潮になってくるからさ、まあ、そういう意味でも夏休みイコール家にこもってネットしたりゲームしたりっていうなってくるから、光熱費もかさむようになっていう感じなんやな。昔はな、ラジオ体操とかもあったけどな。あったな。夏休み、皆勤賞を狙うみたいな。ああ、行った。行ったけど、俺が小学校の時になくなったな。確かラジオ体操は子供会がなくなって。まあ人数は少なかったけど、最近はあんまやってないんちゃうかな。スタンプとかハンコもらって、それと景品交換みたいな感じで、それ目当てで、行っとったわ。ラジオ体操も今、早いからな、時間。確かにな。調べたら、東京ではやっとって、まあ6時半とか、6時過ぎから始まるところが多かったな。はいや。実際俺らが小学校の時、そんな早かったんかな。夏休みで、生活習慣がとか言う人こそ、ラジオ体操とか行って、規則正しい生活したらそういうの改善されるんじゃない？そこで友達に会えば遊んだりできるしな、そのまま。うん、そう。それも今はほぼなくなっとんだやろうけどな。まあ、俺らが小学校やったもう20年ぐらい前か。そう考えると結構だいぶ前の話やけど、まあその時とは今はもう全く環境変わっとるからな。俺らの時から当たり前やったことが今じゃもう通用せんとかもっていう。だからまあ中学校やとさ、もうみんな携帯なスマホ持っとるから、中学生やったら別に一人で留守番もできるから、友達と連絡取って遊んだりもできるし、家でネット見たりな、映画とかドラマ見たりもできるから、別に夏休み長くても全然いいと思うけど、逆に小学校とかは連絡手段とか暇つぶしの手段がないんやったら、夏休みほぼなくてもいいような気もするけどな。ある意味な。個人的にはな、学校行っとる方が楽しいような気がするけどな。俺は別にそんななんか夏休みに親と長期で旅行行くとかできやんだから。確かに。でそういう家庭の方が多いやろ。結局親も旅行行くには平日休み取らなあかん人だとおるし。ただ、教師の問題やんな。教師のワークライフバランス考えるんやったら絶対夏休みは今のままあった方がいいからな。まあどっちを取るかやんな。でも教師のためにな、夏休み短縮せん方がいいか、絶対。ある程度はやっぱり確保しとかんと、ただでさえ教師になりたがる人が減ってきとるんやから、さらにそれの要因で夏休みないですとか減りましたってアホらしい。今日はそんな感じで、小中学校の夏休みの短縮もしくは廃止の流れが進んどるっていう件を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。